こんにちは、猫です。リクエスト来たのでレスキューエース組んでいきます。まずは基礎コンボですね。この場面ですね。戦略によってはちょっと変わります。初期にデザインされたカードはハイドラントの有無によって隠し効果が使えます。ハイドラントは棒立ち役なので、隠し効果いらないのであればこの方がいいです。別に正解はないよ、個人の好みです。モンスターのレベルは全部バラバラなので、ホップイヤー採用しない限りエクストラデッキはリンク一色です。で、このテーマの一番の問題はサーチです。アラートの隠し効果でしかデッキからサーチできない。言い換えれば召喚権はハイドラントに消費してしまうことです。この問題を解決するためにはサーチ手段を増やすしかないです。壺はヘッドクォーターのドロー効果と相性悪いので、事故る可能性があります。事故を覚悟して初動強化するか、それとも事故を避けていくかは個人の好みです。ヘッドクォーターは2枚でループできるため、採用する場合は2枚で十分です。テラフォはいらないよ。テラフォ採用すると実質3枚になっちゃう。で、これがヘッドクォーター採用する場合の話。そうです。採用しなくてもいいですよ。ヘッドクォーターのメリットは3つ。1つ目はリサイクル。現代遊戯王のテンポ早いので、リサイクル前に終わっちゃう場合が多いです。そのため、今では貪欲な壺はほとんど使わないでしょう。昔は確か制限だった気がする。それほど現代遊戯王は加速されて一発ゲーになってるってこと。なので対戦環境のテンポが速い場合、リサイクルのメリットはあまりない。環境はガチ勢に効かないとわからないので、オラは知らん。で、3つ目のメリットは召喚権1回増やすことです。しかし上級勢は全員セルフ特殊召喚できるため、召喚権それほどいる？厳密に言えば、所定やホイスターかエマージェンシー来なかった場合、ハイドラントから初動しざるを得ない。この時もう1回召喚権欲しい。じゃ、逆に他の初動仕方作れば OK でしょう？例えばさ、リッチャルデッド採用した場合、これで直接手札から特殊召喚できるよね？なので、ヘッドクォーターは構築や好みによっては採用しなくてもいいです。ちょっとモンスターの採用考察していこう。インパルスは手札誘発です。このカードはそもそもあんま召喚しないため、1の効果は基本使わないです。デッキから上級勢持ってくるのはいいですが、純度高くないデッキだとやや難しいです。上級勢いっぱい採用すると事故しやすいので、手札に引いたらどうしようもないです。ロックバード採用した場合、ファイアアタッカー使えないです。ファイアエンジンは火球を持ってこれるけど、火球の効果は展開用なので、相手ターンに持ってきても次の自分のターンの展開補佐になります。タービュランスが一番強いのは4枚セットです。相手ターンだと壁でしかない。なので基本はプリベンター優先となります。これはあくまでもインパルス採用時の話です。このカードは自分のターンの展開に貢献しないため、上級勢の枚数が少なかったら採用しなくてもいいです。イントルーダー。これゴミ終わり。これの召喚時効果は使えないです。なぜならばタービュランスが全部セットするからです。2の効果はリビングデッドの呼び声。蘇生したいモンスターはさっき説明した通りプリベンターくらいです。まとめるとこんな感じですね。準構築したい場合三角採用しても問題ないです。今のキーカードはエアホイスターなので、隠し効果気にしないのであればハイドラント採用しなくてもいいです。準構築のコアです。初動は引いたとスモールワールドであるためアラートは1枚しかないです。逆にレスキューはエマージェンシーとのコンボができるため2枚採用してます。エマージェンシーでタービュランスを墓地に送って蘇生すれば4枚セットできます。タービュランスとプリベンター2枚採用した理由はスモールワールドのコストになれるからです。気にしないのであれば1枚でも大丈夫です。シェルをつけるとこんな感じです。エクストラデッキはボルカニックと一緒。あんま突っ込みところがないです。サンプルです。
次、ちょっと変わった構築していきましょう。ブラスターと大いなり火採用したロマン仕様です。戦術した通りハイドラントとヘッドクォーター採用してない。これでも普通に動けますよ。結論。オラはおっぱいよりはしたない女の方が好き。以上、じゃあね。いや、ちょっと待ってやったおっぱいにする。